こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして同一労働、同一賃金の見直しについてご紹介をしていきたいと思います。多くの企業では2020年からスタートした同一労働、同一賃金。この施行から約5年が経過をしまして、今、この同一労働、同一賃金の内容についての見直しというのが進められております。この見直しにつきまして、2025年の11月に見直し案というのが公表されました。この内容を今回ご紹介をしていきます。この見直し案によって今後、同一労働同一賃金の賃金の待遇というのがどのように変わっていくのかというのをご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは同一労働同一賃金とはどのようなものなのか、いつからスタートをしているのかなどについて見ていきたいと思います。そして施行から5年が経ち、改正議論が進められておりまして、今回新たにガイドラインというのが公表されました。このガイドラインの内容についてどのように変わったのかなどをご紹介をしていきます。そして今の同一労働同一賃金で待遇差の説明として多くの企業が使っているのが正社員の人材確保論になるかと思いますけれど、この人材確保論への牽制というのがされていますので、今後正社員の人材確保論で通すことができなくなってくる可能性も出てきました。そして今回のガイドラインの全体における注意点をご紹介をした上で、この同一労働同一賃金、まだ改正の案ではありますけれど、これが改正施行された場合に注意すべき点、企業の実務対応などをご紹介をしていきたいと思います。まずは同一労働同一賃金についてです。この同一労働同一賃金というのは2018年の6月に働き方改革関連法、全部で10本の法改正がありましたけれど、その中の一つに含まれているものになっております。この同一労働同一賃金の目的というのは、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目指して法改正がされたものとなっております。そして雇用形態に関わらない公正な待遇の確保ということで、すべての企業に適用されるわけですけれど、派遣事業者に関しましては、労働者派遣法の方の改正がありまして、少し特殊な同一労働同一賃金となっております。また、その派遣業以外の企業に関しましては、大企業、そして中小企業で施行の時期は1年ずれておりますけれど、パートタイム有期雇用労働法の改正によって大企業では2020年、中小企業では2021年からスタートをしているというものになっております。この同一労働同一賃金、いくつか重要な点はありますけれど、ポイントとしては、まずは一つ目、不合理な待遇差を禁止をするものとなっておりまして、均等な待遇なのか、均衡な待遇なのか、特に均衡というのが重視をされている。また、この待遇差に関して労働者に対する説明義務というのも企業に課されているというのが今現状施行されている同一労働同一賃金の内容になっております。そして今回ですね、新たに公表されたガイドラインですけれど、今回の見直し案につきましては、近年の裁判例ですとか、実務の運用なども踏まえた上で、判断の枠組み、論点の出し方がより明確化されております。まずはですね、章立てについて見てみると、手当が以前は一括りだったんですけれど、今回、退職手当が別立てで新設をされております。そして、その他、各種手当に整理をされているという、かなり手当に関して、重きを置いて改正をしているというのが感じられます。また、判断の枠組み、強調点ですけれど、既存の枠組みといったところだったのが、今後はですね、待遇ごとに考慮をするというのが追記されている。また、正社員確保のためという理由で、待遇差を説明していた部分ですけれど、
ここに関しましては、正社員人材確保論単独では当然には合理化されないと明記されて、牽制がされているという状況になっております。そして別座でなりましたけれど、退職手当。以前は一括りになっていて記載がなかったんですけれど、今回はですね、その性質、支給しない場合に不合理となる点などが明示がされている。そして手当として、住宅手当もまた出てきておりまして、こちらも明記されて、今までは例示が中心だったんですけれど、今回のガイドラインにおいては、問題となり得る例というのを具体的に記載をしているといった形になっております。この、判断の強調点の中で既存の枠組み、今までの従来の考え方ですけれど、この既存の枠組みというのは、いわゆる比較対象者を選定をすること。そして、その両者が均等なのか均衡なのかというのを切り分けて、3要素で判断をしていったということで、同一労働同一賃金見ていったかと思います。この3要素については職務の内容、ですね。そして職務の内容、配置の変更の範囲、そしてその他の事情といった3要素がありましたけれど、こちらがですね、一律ではなくて待遇ごとに検討をするという形に変わっているというのに注意が必要です。そして多くの企業で使っている正社員人材確保論というのに牽制が今回加えられております。この正社員人材確保論ですけれど、非正規、有期ですとかパートの待遇差というのは通常の労働者、正社員としての職務を遂行し得る人材を確保し、定着させる目的がある。だから正社員の待遇は厚いんだという理論でしたけれど、こちらに関しましては、一律ではなく待遇によって検討をするという形になっておりまして、今まで曖昧になっていた手当の中で今回6つ明示がされております。この6つの明示の中でさらにですね、家族手当、住宅手当、夏季、冬季休暇というのは問題となる例、問題とならない例と具体的に例示がされていますので、今後の同一労働同一賃金の改正においては、この特に3つの手当は重要になってくるかと思います。そして、今回のガイドラインの一部の抜粋ですけれど、手当として明示されているものとして、家族手当、住宅手当、退職手当、その他となりますけれど、家族手当に関しては、いろいろ書いてはあるんですけれど、実質的な継続雇用の見込みが重視をされているという点。また、住宅手当に関しても、以前は人材確保論で通していたかと思いますけれど、運用実態の整合性というのを強く問う内容になっております。また、退職手当、非常にここが重要ですけれど、今までは人材確保論で退職金は非正規の方には支払わないという形でしたけれど、ここに関しましては職務の内容や配置の変更の範囲の違いに見合う退職手当を支給しないで、代替的な基本給の上乗せなども行っていない場合には不合理な待遇差と判断されるとなっておりますので、退職手当を支給しない、代わりに基本給の上乗せなどもしなければいけないという、内容が明示されております。こちらにつきましては、労働者派遣法の派遣労働者ですね、退職手当分として 6% 上乗せというのはすでにありますけれど、こちらの考え方に近いものかと思いますので、今後派遣事業者以外の会社で非正規の労働者を雇用する場合、退職の手当、退職金支給の代わりに賃金、月給に上乗せをしていかなければいけない可能性があります。その他、夏季、冬季の休暇、無事故手当、報奨などについても明示がされております。これらはですね、今までの裁判例などを踏まえた上での明示となっているようになっています。そして最後に注意点とまとめですけれど、今後の実務対応ですけれど、現時点ではまだ案にはなっておりますが、明示され出した各種手当については、短時間有期雇用労働者、派遣労働者
と正社員との間にどのような差があるのかというのを、その差の職務内容、配置の変更の範囲、そして成果、責任の違いなどをまずは洗い出しをしておく必要があるかと思います。そして今後ですね、より具体的に不合理となり得るという内容が出てきておりますので、企業のリスクというのも非常に増えてきているということで、今回はですね、ガイドラインで読み取れるのは、より実態を重視をしているという内容になりますので、待遇差をなくす施策の強化が今後加速をしていくかと思います。企業のリスク、労働トラブルの回避のためにはですね、待遇差の内容の洗い出しが必要になってくるかと思います。そして、今後はですね、非正規だから退職金はなしではなく、退職金相当を賃金上乗せな時代になってくるかもしれませんので、法改正がありましたら、その内容に合わせて待遇格差の解消に努めてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。